どうもこんにちは、ネジ旅宗次郎です。このシリーズでは日本百名城を紹介していきます。今回は北海道の東端にある根室半島茶師跡郡についてお話しします。このチャンネルでは日本を旅するとともにグルメやお酒、観光場所などを中心に城や歴史などの情報を伝えていけたらと思っております。ぜひチャンネル登録をお願いいたします。今回は北海道の一番東、根室半島に広がる茶師跡郡について解説していきます。茶師って何と思った人、全然大丈夫です。茶師というのは戦国時代のお城とか神社、お祭りの広場、また交渉の場、そんなポイントが全部合わさったアイヌの要塞だとイメージしてみてください。今回はそんな茶師が一体どんなもので、なぜ作られたのか、どうやって見学するのかなど解説していけたらと思っています。それではやっていきましょう。茶師という言葉、あんまり耳慣れないですね。これはアイヌ語で柵で囲んだ場所というのを意味する言葉になってます。でもこの茶師、ただの防御のための柵というのではなかったんですね。例えばお城だけということでもなくて、先ほども申し上げました教会とか集会所とか、またそういった複合施設が一つの丘の上にある、そんなイメージです。茶師には大きく4つの役割があったと言われています。1つ目は戦闘機能。これはもうそのまんま敵が攻めてきた時に守る場所のことですね。2つ目は祭祀機能ですね。神様にお祈りを捧げたりとかする、神聖な場所です。3つ目は集会機能ですね。村の人たちが集まって話し合う場所になってました。いろいろと作戦会議だったりとか、あとはね、他の集落だったりとか、アイヌの方々は和人と呼んでいましたけれど、日本人との交渉の場だったりとか、そういったことも行われておりました。公民館とか町内会の集会所みたいな、そんな役割になってたような感じですね。そして4つ目は監視機能。これはですね、漁場とか狩り場を見張るための見晴らしのいい場所に茶師を建てることもあったようで、漁場とかを見張っていたっていう形の見張り台としての役割ですね。日本百名城にも選ばれるくらいですから、アイヌの文化でいうところのお城に似たような機能を持っていたんじゃないかと言えます。以前はね、茶師っていうのは砦として思われてきたところもあったんですけれども、今では、アイヌの暮らしそのものが現れた場所という形でより深く解釈されるようになっております。そしてそんな茶師にはいくつかのタイプがありまして、1956年、考古学者の河野博道さんという方が茶師を大きく4つに分類しました。これが今はスタンダードになっていると言えますね。まずその1つ目が湖島式。これは名前の通り湖とか湿地に浮かぶ島の上に作られた茶師ですね。ちょっとした水上の要塞という感じですね。防御力が高い立地とも言えます。そして2つ目が丘頂式。これは山とか丘のてっぺんに建てられたタイプです。360度ぐるり見渡せるのが強みですね。周囲の動きが一目瞭然です。そして3つ目、急線式。これは、大地とか岬の先っぽに建てられた茶師です。行き止まり、どん詰まりに構えて、三方崖とか海とか、そういったところで囲んだ終着点を抑えるようなタイプの茶師です。守りは、入り口の1箇所だけで済むのが合理的ですね。そして最後、4つ目が面外式。これは海に面した崖の上に堀を掘って作られた茶師です。このタイプの特徴は背後が崖で守られるっていう形になってまして、海側もよく見えるっていう構造になってます。根室半島にある茶師の多くはこの面外式。つまり根室の茶師たちは海と空を見渡すための展望台だったりとか、崖の上の要塞という意味で、作られた茶師群でもあります。さて、ここで気になるのが、茶師ってどれぐらいあったんだっていうことですね。北海道全体で見ると、現在確認されているだけでなんと500カ所以上、北海道のあちこちに点在するようなお城跡と言えます。その中でも根室市にはなんと32カ所が集中しておりまして、しかもそのうち24カ所が根室半島茶師跡群として国の史跡に指定されています。この根室半島の特徴はとにかく密度が高いこと。一つ一つがすごく近くに並んでいるんですね。しかも保存状態もかなり良好で、堀とか盛り土がくっきりと残っておりまして、歴史の教科書をそのまま現地で、立体的に見られる、そんな貴重なスポットとなっております。さて、先ほど根室半島には24カ所の茶師があるとご紹介いたしましたけれども、これらは地域ごとにまとまって存在してまして、茶師の町内会みたいな感じですかね。例えば地区分けするとオンネ島地区、こちらはですねチャルコロフイナという茶師が1号2号
あります。ここも面外式で空堀と呼ばれる、人工的に掘った深い溝が特徴です。そして次に鬼追地区。これで鬼追と読むんですけれども、鬼追地区にはたくさんの茶師が集合してまして、二蘭毛牛、あっけしえとなど10個近く茶師が並んでたりしますね。そして牧之内地区、こちらもコタン消し茶師などが有名で、ここはね9000式の茶師が、あります。そして最後は野サップ岬にあるウォンネ元茶師ですね。こうしてみると茶師ってその土地その土地の特徴を生かして作られていることがよくわかります。それぞれの茶師がその場所ならではの防御スタイルを持っています。さて、これらの茶師が作られたのは、だいたい16世紀から18世紀頃と言われてます。日本で言うとね、戦国時代から江戸時代にかけてぐらいですね。信長とか秀吉が戦をしていた頃の時代と言えますね。アイヌ社会における茶師というのは、さっきも申し上げたんですけれども、戦うためだけのものではないというお城だったわけですね。和人との交易が活発になるにつれて、物々交換とか対話が必要になりまして、そのための交渉の舞台として茶師が使われることもたくさんあったようです。根室半島は千島列島や、樺太島へ向かう海の玄関口であったりもします。つまり海の交通の要衝であり、アイヌの人々にとっても大事な拠点だったわけですね。だからこそ各地の河口や船の出入りしやすい場所に茶師が築かれていったというわけです。そして根室半島の茶師の中でも特に注目すべき茶師を紹介いたします。まずは先ほど申し上げた野塚マフ茶師1号、2号ですね。この茶師とても迫力があります。その周囲にはですね、だいたい幅5メートル、深さ3メートルぐらいの堀がしっかり掘られていまして、バームクーヘン状の断面という感じで2つの輪っかが並んでいます。そしてその内側には土を盛った盛り土がしっかり残っています。そしてその野塚マフの2号茶師、堀の深さはちょっと浅めで、若干コンパクトな感じですね。この2つはすぐ近くに配置されているので連続して見学可能です。そしてちょっと離れたところにオンネ元茶師ですね。これは野サップ岬の方にあります。この茶師の、すごいところは立体的な形の美しさですね。海に突き出た岬の上にずっしりと作られておりまして、てっぺんにはですね、2つの平らな部分があります。風が吹き抜けるような高台に立つと、ここで何が話し合われてたんだろうなとか想像が膨らみます。さて、これらの茶師たちはただの跡地というわけじゃありません。それらの形や位置には当時の人々の思いや自然との関わり、暮らしの知恵がぎゅっと詰まっていたりするんですね。現在残っているのはこの土の形だけになるんですけれども、その上にあった建物がどんな形だったのかとか、そういったことは実はまだよくわかってないところがあります。例えばここに柱が立ってたっぽいなとか、なんか焼いたような跡があるなとか、そういった手がかりは少しずつあるんですけれども、ここの建物はこんな感じだったとかっていう断言できるほどの資料はほとんど残っておりません。北海道の中でもですね、発掘調査が行われた茶師は40カ所ほどでまだ眠っているような状態です。未来の研究者が発見してくれるのを待っている状態という思えばロマンがありますね。そして、そんな茶師ですけれども、国もちゃんとその価値を認めております。1983年、今から約40年前にはこの根室半島の茶師跡群は国の史跡に指定されました。さらに翌年にも追加でいくつかの茶師が指定され仲間入りしました。さらにね、2006年には日本100名城に登録されました。最近では日本遺産にも選ばれまして、文化庁の公式ポータルサイトにも登録されています。茶師はね、ただ古い建物跡というわけではなくて、室町時代の文化財として位置づけられているということが、非常に大事ですね。本州では武士の時代に城が築かれていたというところで、北の大地北海道ではアイヌの人たちが自然とともに築いた独自の要塞文化があったということです。そしてそんな茶師なんですけれども、実際に見に行くためのアクセスをお伝えします。日本100名城スタンプを集めてらっしゃる方もいらっしゃいますので、ぜひとも行ける方はぜひともね、行っていただけたらと思います。先ほども申し上げた通り、整備されて自由に見学できるのは、主に2カ所です。一つ目が野塚マフ1号2号の茶師跡、もう一つがオンネ元茶師の跡です。何せね、北海道のさらに先っぽにあります壮大な風景が広がる根室半島ですから、ちょっとした冒険気分にもなりますね。根室駅から、野塚マフ茶師まではだいたい車で15分ぐらいですね。オンネ元茶師まではもうちょっと先に、
5分から10分ぐらいのところにあります。見学はですね、休業日などはありません。見学は自由で無料です。ただし、冬の間はね、除雪とかされてないところも多いので、雪の季節は注意が必要です。雪が積もると堀の形も見えにくくなっちゃうので、春から秋の見学がおすすめですね。そして日本100名城の中でも最難関と呼ばれる場所になってまして、さらにですね、現地に着いたところで見れるのは溝っぽいものだけ。っていう、ちょっとね、歴史への想像力が非常に大事な場所となっています。ちなみに100名城のスタンプなんですけれども、根室市の歴史と自然の資料館、そして観光インフォメーションセンター。こちらは、JR の根室駅前バスターミナルの中ですね。さらに、根室市北方領土資料館。こちらの3カ所に設置してあります。営業時間などは事前に要確認をしてください。最後に、茶師跡はただ、溝が残っただけの血の遺構というわけではなくて、アイヌの文化の記憶そのものだということですね。茶師は聖地であり、交渉の場であり、見張り台であり、そして憩いの場でもありました。つまり、茶師を一つ見れば、その場所に暮らしたアイヌの人々の心のありようや社会の姿まで見えてくるわけですね。当時の人々の価値観や生き方など想像を膨らませていくのがベストです。何よりね、日本一日の出が早い場所としても有名です。茶師跡だけを見に行くのではなく、現地でしっかり観光を楽しむつもりで向かうとなおよしです。何よりね、根室市にはいろんな美味しいものとか宿とか絶景とかがたくさんありますんでね、お茶師と、根室の観光という形でぜひとも、向かってください。もう茶師だけ見に行くにはもったいないですよね。そしてですね、茶師というのは世界の先住民の文化とも深いつながりがあるのではないかと言われています。例えば北太平洋の沿岸地域、カナダとかアラスカ、ロシアの一部などには自然の地形を生かした集落や防御的な構造を持つ住居跡が数多く残されています。そういったね、他国との共通点も海辺の茶師には、たくさん見られるわけですね。そしてですね、アイヌはですね、アラスカのトリンギット族とも似ていたりもするんですね。言葉も文化も違うのに似た答えを導き出したような、そういった不思議な一致があるわけですね。このように茶師は国際的な比較研究の素材としても非常に注目されています。そして将来的にはですね、世界遺産への登録も視野に入れた議論も進められているんだそうです。さて、ここまでお話ししてきた茶師跡群、とても価値ある文化遺産なんですけれども、実は今少し課題も直面しております。まずは一つ目は自然による侵食や崩壊。特にね、海辺にある、面外式の茶師は文字通り断崖に立っているために海風や波、雨の影響を強く受けてしまいます。時間とともに少しずつ形が失われていってしまっているわけですね。かつては2つの堀があったのに片方は崩れて見えなくなってしまったとかっていう例もあるようです。自然の力って本当に偉大な分容赦もありません。そしてもう一つの課題が人為的な破壊、人の手による破壊とか無関心による劣化ですね。知らずに踏み荒らされちゃったりとか、整備されてない場所が、自然と荒らされてしまったりとか、何かと知られていないことが逆に守ることの難しさにつながっています。さらにね、茶師のほとんどがまだ発掘されていないままの状態で残っているってことですね。だからこそ今後はこういった保存と活用の取り組みがますます重要になってきます。例えば VR とか AR を使ってかつての茶師の姿をその場で体験できるようにする教育プログラムだったりとか、あるいは茶師の構造を楽しく学べる模型とかアプリ教材の開発、発掘だけじゃなく未来へつながる仕組み作りが今もなお進行しています。ということで今回は根室半島茶師跡群についてお届けしてきました。さて今回の動画はここまで。今後も皆さんの旅が楽しめるようちょっと深掘りした知識や情報などの動画を投稿していきますので、よかったら高評価、チャンネル登録をお願いいたします。ベジタビー宗次郎でした。ご視聴ありがとうございました。